ろ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お久しぶりでございます。ご無沙汰しております。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日もよろしくお願いします。いやいやよろしくお願いします。プリプリで美味しい。ほおずきトマト美味しい。水いかのゲソです。ゲソ。力強いですね。あります。おいしい。酢味噌もすごい美味しいです。でもやっぱちょっとまだ生っぽさも残ってて。そうですね。美味しいこれ。イカのプリッとしたところと噛むほどに出てくるねっとりとした甘み、そこにこごみのシャキシャキ感とフレッシュ感、シンプルなように見えて複雑な料理。やっぱフレッシュですね。縁側がすごいなんかふわふわしてる。美しいな。いろんな食感が混ざり合って、シャキシャキで美味しいです。で香りもちょっと1回だけお出汁くぐらしてるんで、出汁の甘みも出るし。これおこぜセットですか？そうですね。ほんと肝とかこういうのはちょっとしか取れないけど。いや貴重だな。さっきはフグはコートネギを巻いたんですよ。これとかは自らの胃袋と肝と。上のはちょっとおまけでヒラメの白子がちょこっと入ってたんで、こんなのは全部さっき神経抜きしたやつの中に入ってたんでちょっとのしてます。おこぜの皮と身と肝で中は巻いてるやつは肝の方と胃袋を切ったやつですよ。胃袋とか食感が出るんで面白いんですよ。なりますね。何これ。食感やばいですよ。やばい。たまにしかこれでもできないんでですね。こっちは肝を巻いたやつ。うわまた違う。肝は肝でうまいでしょ。おこぜの肝めちゃくちゃうまいですけど、取れてる切れとかそんなもんなんで。味濃いですね肝。肝美味しいんですよ。個人的にはでも、胃袋の方の巻いてるやつの食感はちょっと異次元ですね。異次元の食感。普通はこう筒に切るんですよ。縦に切り込んでるんで。胃袋のなんかパキパキなコリコリ感、コリコリ。他にあんまりないですよね、こういう食感。前人未到の食感でした。そしておこぜの皮、これも食べれるんだ。意外と柔らかい。そうなんですよ。茹でて白く膜が出るんで、それをちょっと掃除しながら。ハロウィンスイートっていう徳島のお芋です。ちょっとかぼちゃ感もあるけど甘い。甘みが。そら豆ホクホクで美味しい。なんかふわふわ感もあるし、プリッと感もあるし、すごいぞこれ。肉肉しくてうまい。締まりがいいですね。春の息吹を感じる食材。これがすだち。すだち、塩すだち。食感最高っす。昼のお客さんが一番初回のパツパツが味わえる。多分夕方ぐらいになるともう寝れてくるんで、甘みはまた出てくる感じ。光はほんのり甘いけどシャープで、でもさっぱり美味しい。うわうまい。
程よい食感。出汁がたけのこのだし、うわ、たけのこだしのあんかけが優しさをまとわせる。これなんかやっぱシャリとあんかけ合うな。噛んでると糸のり良くないですか？なんとも言えほんのりはい優しく香る。きつすぎず、たけのこのだしが最高です、はい、結構合いますもん。めちゃくちゃ合います。優しい、すごい半端ない、うますぎる。ブリの腹出しです。噛めば噛むほど染み出る甘油がたまらない。塩と柚子。かなりさっぱり系ですね。これからもうちょっと寝かすと多分油の周りは出てくると思いますけど、結構この九州のブリってちょっとこう赤いっぽいんですよ。赤いのは結構歯ごたえも残ってる、僕これが結構好きですけど、年明けるとブリがこういう感じで刺身で食えるんで、これ多分3日目です。多分ただ処理がいい。下手したらこの血合いのところがこう真っ黒になるんですよ。その系はなんか処理が良くなかったりとか、定置で取れてるやつはそんな感じが多いです。確かに赤みがかってる。もう皮目のコリッと感がまたうん小柳さんっぽい、これを残すところが。それもちっちゃな円がついてるんで。さっぱり野菜かなと思ったらやっぱじゅわっと甘い油が溶けるけど全然癖がないからくどくない。川岸を縁側風に残してくるっていうのも小柳流ですね。皮のコリッと感こそ状態がこれなんかやっぱなんか割とフレッシュめの時じゃないと食べれないですよね。でも残しすぎると口に残るんで、もう削いでギリギリのとこだけ残すっていうか。うまいな。シャリのうまさをダイレクトに感じられる握り。これちょっとくぐらせてるんですか？完全生シャリ。一瞬柑橘と縦状にくぐらしてるんです。一瞬だけですよ。油すごいとろ感ありますね。油ありますね。とろ味。炙り目は小柳さんって分かる炙り目ですね。ほんのり印がついてる。噛むのが楽しい。シャリと一体化することによって浮遊感上がる。ふわふわと浮いてるかのような感覚に浸れる一貫。やっぱ梅が入るとまたいいですね。締まりがねバランスが取れますね。五大梅って紀州の梅なんですけど、このシャキシャキの顎が締まる感じが最高です。車エビはギリギリまで泳がしてそうです。結構死んでしまうと品質変わるんですよ、湯がいでも。
ちょっとビターな感じもあり、このひんやり感がいいですね、ウニの。シャリを噛むごとにさーっと溶けていく液状化する穴子。なんかもう橙と一体化したフルーティーさが増しますね。全然違う。横綱感あるな。暴力的な縁側だ。でもやっぱ3つがふっくらしてる。もうこれでうまい、意外とブリブリじゃない。行ってみたいね。うますぎる。口の中で甘さと酸味が超スプラッシュ。白身大事なんですよ。白いんでそこにこう赤いのが入るか入らないか小さなことなんですよね。当日ですよね、今日の。そうですね。でね、ごつい。包丁入れた時のなんか多分この段階でも寝かしてみんな来るからですね。多分こう生きてるこのなんかこうなんですか、包丁に伝わる感じとかは多分誰も知らないんだろうなと思って。半端ない、うますぎる。超肉厚な縁側食べてるみたいな。ヒラメだ、ヒラメです。入れるともうこれで閉まってるんですよ。昔はここからここにこう包丁入れて下の段の方に入れるとこういう感じでまだ下からも抜ける。状態によってとか血抜きが悪い時は真っ赤になりますよ。ヒラメの裏側の方のそうです。お腹下側の白い方、はい、腹ばいの方、通称白腹。はい、やっぱフレッシュですね。縁側がすごいなんかふわふわしてる。目が覚めるようなキリッとしたポン酢、美味しい。でもこのプリプリ感がいいですね。そうでしょう。うわー、うまい。程よい食感、ほんのり怒ってる感じがちょうどいいですね。ゴリゴリじゃない。まあ切りつけもそうだと思うんで。全然初めにやった感じと全然違う。初めなんか硬さも感じるし、なんかこれ寿司で食べて美味しいのかなっていう感じですよね。それがだんだんちょうど1時間半ぐらい経ってこんな感じに変わる。緑と白の中間間というか、いいやつとかより緑が濃かったりしますよ。
全然違う。横綱感あるな。暴力的な縁側だ。こんな口いっぱいに最高級の縁側食べたことない。白肌の縁側が一番その寿司屋としては価値がある。厚みとなんか白身と全体のバランスがいい。縁側でもなんかカチカチじゃないというか、ふわっとしてるけどプリッとしてる。多分このなんか血の抜き方とかやっぱ神経締めとか自分での管理っていうか、これが黒瀬。背の塩で厚みは一番これが一番ありますよね。身のちょっと縁側っぽさも残ってるんですよ、角のはいコリッと感が。でもやっぱ蜜がふっくらしてる。あと切る人の技術がまたどんどん本当昔の職人さんたちも薄く綺麗にこう長く広く切れる人たちはもっとふわっとなる食感出す人もいるし、ここまで弾力があると切るのもやっぱ難しいです。白身とか美味しいヒラメってやっぱ本当にずっと噛んでたいような心地よさがあるんですよね。弾力があるんだけど怒りすぎてないから、甘みも出ます。改めて小柳さんの、こだわってらっしゃることとか、大切にされてることってどんなところですか？まあ一番は自分が楽しくなるようにこう持っていくっていうのが一番大事なような気がしますね。なんか長くやっててこうどうしても落ち込んだりとかなんか、ね、こう分かんなくなる時が多々あるんで最近は、それをなんかちゃんとこうお客さんに返せるようにできるようにこう自分を持っていくっていうのが一番大事かなと思います。自分に飽きるんでやっぱり同じことの連続なんですよこの仕事って、なんかそれになんか変化を持たせるにはどうしたらいいかなっていう今葛藤してますけど、多分それがこう乗り越えると多分次めちゃくちゃ楽しくなるんですけど、今はなんかこうなんていうんですか、作業にも追われつつなんか自分の中でこうどうなりたいのかっていうのが初めて見えなくなったんで、それが見えると楽しいんで、人からの受け身の方が多いんでなんかこう降ってきた仕事によってこう救われてるパターンが多いからですね。ただ一生懸命はしてるんで、一生懸命もなんかこうだれると楽しくなくなるんで、それがならないように頑張ってますけど、なんかねちゃんと一通り魚もちゃんと答えてくれたし、ちゃんと神経も抜けたし血も抜けたんでいい仕事だったような気がします。いやなんか本当に噛み心地がいい魚がすごくて、ずっと噛んでたいなぐらいの、本当にシャリがネタを完全にグッと引き上げてるなっていう、なんかシャリの美味しさみたいなのを改めて学ばせていただいたので、いろいろ葛藤あるかもしれないですけど、また来た時はさらにもっと美味しいっていう、でもいい仕事でしたよ今日は。いやもうすごい血栓も入らんかったし、いや勉強になりました僕も。白身大事なんですよ。白いんでそこにこう赤いのが入るか入らないか小さなことなんですけど、綺麗に抜けるとやっぱいい仕事やなと思いますよ。白身の哲学ですね。また今後ともよろしくお願いします。今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。楽しい時間をありがとうございます。おかみさんチームもありがとうございました。いつもありがとうございます。